ちは、まるこです。猫たちの塩とみりんのために手作りでケリぐるみを作っていきたいなと思っています。ホームセンターとかでね、こうやって売ってるんですけど、これエビちゃんのだいぶ年季入ってるんですけど、裁縫とかほとんどやったことないんですけど、頑張っていきたいと思いますね。買いに行ってきました。おにぎり柄。このセットでちょっと作ってみようかな。1個目はこの水で消せるらしいチョコペンで、まず魚の形を描いていきます。一回引いてみよう。結構落ちてる。フリーハンドにしては合ってる。で、これと同じ形でおにぎりの生地も切っていきます。2つできました。なんかスマートな魚になりそう。このチョコペンが水で消えますっていうことなんで、一回ちょっとこれを布を洗ってピンクのチョコペンを消したいと思います。こっちは大丈夫そう。中表にくっつけてから輪郭に沿って塗っていきます。で、後で、綿を中に入れるので、この辺かな。この辺りちょっとだけ開けて一緒に塗っていきたいと思います。はい、塗りました。で、この尻尾のところをちょっとだいぶスマートになっちゃったんですけど、ここに切り込みを入れていきます。これ切り込みを入れとく方がいいってネットで見ました。はい、でこれ塗ったやつを、ひっくり返していきます。この先っぽのところとかはこれでちょっと引っ張り出します。クリアで買いました。手芸綿。この綿をこの魚の中に詰めていきます。パンパンになるまで入れました。結構たくさん詰めたので、本当にちょっとだけまたたびをこの中に仕込もうかなと。あんまりね、またたび嗅ぎすぎると良くないみたいなんで、最後ここを手縫いで閉じていきます。ちょっと尻尾ここがちょっと細すぎてしまったけど完成です。尻尾の可動域がちぎれそう。どう？ちょっとあんまかまんといて。ちょっと待って。あんたしおちゃん、もう穴開いてるやん。布ちょっとあれやったかな、弱すぎた。渡して5秒で穴開いた。引きちぎられる。
またたびちょっとしか入れてないねんけどな。ちょっともうちょっと少なくてもよかったかな。びちょびちょ。激しい激しい。ちゃんと蹴りぐるみとしての役割を果たしている。悲しいお知らせがあります。昨日作った蹴りぐるみですが、1日経って破壊されてしまいました。早ない？ちょっともう魚の腹渡出てきてしまってますけど。このおにぎり柄可愛かったんですけど、1日でこのありさま見てよ、ここ。ということで早速リベンジの切りぐるみを作っていきたいと思います。で、今回買い足したのがじゃん、花柄です。この前よりも生地は厚手になったのですぐに破られることはないかなと思ったので、前回使ったまたたびがかなりちょっと効果が出過ぎてしまったっていうのがあったので、今回はですねフィルムパッキンを中に入れようと思います。この前はフリーハンドでいったんですけど、事前に型紙を作ってきました。3つでリベンジの切りぐるみを作っていきたいと思います。できました。この中にこの前使った綿と、あとここにはもうまたたびは入れずですね、このシャコシャコを入れていきたいと思います。このパッキンが入ってたこの袋も結構音シャコシャコなっていい感じやと思うので、この袋も切って入れていきます。よし、いい感じ。姉ちゃん、姉ちゃん待って。ということで第2弾の切りぐるみが完成しました。結構生地もしっかりしてて、ちょっと音も鳴る感じです。早速猫たちに遊んでもらいたいと思います。シーは大丈夫かな？やっぱり穴は開く。今でもこうやってこう鳴らしたらマシになるか。ということで今回作った切りぐるみの材料や作り方はこんな感じです。生地は600円ぐらいお値段かかったんですけれども、半分以上布は余っているのでだいたい500円以内ぐらいで作れたかなと思います。あとポイントはやっぱり生地を少し厚めのものを選ぶっていうところと、あと中に入れるものですね。またたびよりうちはパッキンの方が良かったので今回はそっちを選びました。
なのでこれが基本の作り方になると思うので、これを応用していろいろ蹴りぐるみ他の形とかも作っていけたらいいなと思っています。作り方も初心者でもできるぐらい簡単なので、ぜひ作ってみてください。ではご視聴いただきありがとうございました。